かいかもよ。いやすごい。合わせた瞬間でかいっていうのは分かったんで、今回の旅一番最大級。いよいよ最後の馬詰めですね。今晩2ゲームか3ゲームできると思うんで、この旅見えてきた感じ、昨日なんだかんだ12、3本魚取ったので感覚的には合ってると思います。でも食わせきれなかった90近いじゃないかと思われるサイズにミシ合わせてどんどんいきたいと思います。ラストゲームです。ご期待ください。いや、長崎県っていうのは自分が、28歳の時かな、結構大きな仕事をやりまして、半年ぐらいホテル暮らしですけど住んでたり、その県で延べ1年ぐらいなんだかんだよく行ってたりで、その時釣りも結構後半したので、出会いがいっぱいあっていろんな人とつながったんですよね。でその人的な付き合い、旅っていうのは景色を見るとか名所を見るとか遺跡とか史跡を見る旅とかあるけど、やっぱりまた来ようっていうのは人に会った旅ですよね。でそういう点でいい出会いがあったのが長崎の旅で、結局それ以降ですね、それが28、9だから20年経ったわけですけど、40回は来てると思うんですよね、長崎。そのね旅まだ続くんですけど、楽しんでいきたいですね。不義理はせずご縁を大事にやっていきたいと思います。では早速始めたいと思います。ガボツ120からですね。まだうっすら明るいんで水面もこもこさして、まだ全然今干潮潮止まりかなってぐらいなんで、もうちょい先ですね、試合は。なかなか暗くなってきて、今日もベイト系は多いから期待できそうです。流れが左から右、風がね右から左に結構強いですね。7メーターぐらい風速吹いてるんで、巻かなくていいぐらい、もう置いとくと左に流されるけど、風がこう左にはらむんで、ためが効いて一番流したい浅いとこめちゃくちゃ流れ当たった状態だけど、竿で引っ張るより風に預けるみたいな、そういう感じで今のところ流してます。それが多分出ると思う。やだー、今の釣り好き。釣れたー。釣れた。むずい。むずい。難しい釣りでしょ。むずい。でもマスターできるよ今日。頑張ります。ありがとうございます。嬉しい一匹。切り抜きをはい。もらいます。はい。ありがとうございます。はい。じゃあルアー変えてブローインの 125F スリムですね。こいつでいきます。だんだん流れが速くなってきたけど、風のせいかいまいち昨日ほどは流れてなくて、テラスの上にも全然ベイト入ってないですね。ちょっと状況は変わったかな。なんか超えるけどな。ゴンゴンラインに当たってましたね。今日は全然。来たよ。来ました。そうどうだ、サイズはそんな大きくもなさそうだけど。70ぐらいですね。よいしょ。まあでも貴重な9個目。魚。ジャンプです。綺麗な魚。125でしたね。75、34。よいしょ。はい。面白いな。よいしょ。お連発じゃない。
何時ぐらい？苦そう。試合。よし、あー、なんね。いる。これも試合。魚入ってきました。ほんと巻かなくていいぐらい。ダウンに行っちゃうまで流していっても良さそうですね。今のなるちゃんも2本目はそうダウンが出てましたね。よっしゃ、でかいかもよ。よっしゃ。よいしょ。あーっと、危ない。よし、なんかある。サメずれ気をつけて、生かして。よいしょ。でけえ。よいしょ。外れないよ、これは。よし。今回の旅一番最大級。さあ、取るぞ。ちょっとドラグ緩くしていきます。もう一発やらないと。上がる。出てる。しゃーやったーでけー取ったーこれは取ったよやばいよっしゃーでかーこれかっこいいわ。すごい。でもね、90すごい。ぐらい何ですか？125なるの1本からヒントを得てじゃあ私のおかげってこと？これっぽっちも思いませんが嬉しい。駆け上がりの真上でしたね。下からドーンと合わせた瞬間でかいっていうのが分かったんで下流に走りました。やったぜ。はい、頭。計測。あるぞ、これは。すごい。92、34、92。はい、オッケー。すごい。嬉しい。ありがとうございます。さあ、いつもちお願いします。よっしゃ。やった。ジャンプ。22センチ。旅の成果。なんか昨日より全然ざわざわしないんで、ダメかなって思いつつも、やりましたね。おめでとうございます。めっちゃ嬉しい。あ、釣りがしましょう。まだ試合で。でも釣りたいのは、やっぱメーター級なんで。いいでもね。見たいよ。満足しちゃいけない。満足したけど、足。はい。まだね。すごい長い、でかすぎる。すみません、私の方が興奮。長い。バイバイだ。おはようございます。ありがとうございます。さあ、でもまだ試合序盤だから、まだこれから本ちゃん来るんで、頑張ります。します。多分ですね。とりあえず来てよかったという92センチ。これより釣りに来たんですけど、やってんのはもう一段目なんでね、流れ出した瞬間、まだ昨日自分が結構でかいの食わせたけどかけらんなかった。ベイト入ってきてないんですよね。外側ジャワッとたまにいるぐらいなんで、昨日の動画とでも比べたら相当丸が俺の手前でかけてすごい上手。試合です。
70センチだそうです。あの辺にいる。急所が。サイズアップ？おめでとう。いいじゃん。おめでとう。はい。ブロイの 125F ですね。ヘッドパール。いきます。絶対いいはず。風がちょっと弱まって、すごい流しやすくなってきて、左から右にね、しっかり岩が流れるんで、今、いきなり食った気がする。バイトじゃないかもしれない。自分たちの目の前にすごい速い流れがあって、5メーターぐらい先に、その速い流れの中で、まだ70ぐらいのあれがつったけど、それをする手前のもう一つ向こう側の流れじゃないんだけど、流れの向こうに落として流れの中に出したいですよね。そのかき上げ地形とセットで、そこでドンってくるのが今の92とか、ちょっともう手前の方のね、だから速い流れ捨てていいはず。捨てて怒られないはず。おいや、さっきより大きいよ。74、5センチありそうな。2、3センチ大きいと思う。でも上げてみないとわかんないから、シーバスは。ね、爆鳥じゃんなる。ブロー125。125ドンピシャハマってる。もうちっちゃくなった。ちっちゃくなった？サイズダウンした人はグラウンド一周だよ。なんで？ここ一周して、禁漁時間一周。はい、ブロインの140です。オレンジを入れて50センチぐらいの、だいぶ潮位上がってきた。流れがそんなないまま、潮位がぐんぐん上がってきて。そこ、違う。今駆け上がり触った。まだ浅いね。上がってきたけど、深くなる手前で、ボトムに触れるんですけど、それぐらいでいいと思います。それを恐れちゃダメね。そこから深い方に飛び出した瞬間、下からね、吸い込んでくるんですよ。自分のイメージはね、合ってるかわかんないけど、釣りはイメージなんで、イメージが合ってれば、合ってるって釣れたらいいんです。本当は違くても。ナイトフォークにして、今回フルキャストじゃなくて、40メーターぐらいしか投げてないので、昨日ハイローラーでやったんだけど、今日はナイトフォーク、旅するナイトフォークで、ナイトフォーク EX4 ですね。バックロットのドンピシャでしたね。操作性がすげえ良くなったのと、落とした位置の精度がもうちょい良くなったんで、本当にめちゃくちゃ当たってなって、バイト取ったゾーンの、そこからなんか50センチずつぐらいずらして、手前にも左にも右にも50センチぐらいずつずらして流して、角度を変えてるんですけど、これとかやりやすいですよね。どんな竿でもね、できるんだけど、やりやすい竿ってあって、ナイトホークはもう名前の通りに、そういう夜間のピンポイント爆撃っていうイメージでね、付けられた名前。だから、こう、打ち出した時の弾道もいいですよね。風に負けない。出そうだ。細身のベイト食ってんのかな。何個食ってたらブロイン140でも出そうだけどね。125ばっかり当たる理由がわかんない。なる全部125でしょ。すごいな。125で4本。これが2本。他はね、バイトは出るんだけど、ちょっとね、バイトは出てるんだけど。よし、あった。よっしゃ、駆け上がりの上。ちっちゃいのかよ。で、気持ちいい。完璧。今の、もうそこって思った瞬間だったから。気持ちよすぎて、本日最小だけど。いや、これが駆け上がりについてるんだな。もう大きいのいないのかね。関係ないのかな。50センチぐらいですね。でも元気なありやです。出します。バイバイ。バイバイ。いやー、今イメージ通りだった。1秒ずれなかった。さあ、ブロインで引き続きやっていきたいと思います。戻して、
全然関係ないオープンエリアでとんでもない昨日の稲子の群れが終わるってやっぱ今日入ってこない、なんでか知らんけど入ってこないなりに鈴木がついてて帰ってよかったのかもね。昨日は餌が多すぎたとかそんなこともあるのかもしれない。稲子の群れに多分80、90が固まって襲いかかっておる音がしますね。全然届かないぐらい。あ、危ない。よし。じゃあ昨日も若干ハマってたブロイの中層リトリーブ流しですね。50センチぐらいで流していってみます。多分水深は2メーターぐらいはありそうで、真ん中が速くて左右止まってて、特に地形変化あんのかな。まあ両サイド浅いとは思うんだけど、その駆け上がりとか位置的には流れてないとこですね。ここはだけど打ってないんで、そういうちょっと地形変化にねついてる可能性があるんで、さっき連発したラインはちょっと休ませて。うお、すげえ入ってきた。俺の射程距離にライズが来ましたよ。みーちゃんの前だけどアップじゃ厳しいかな。なるの位置から投げないとあのボイルは取れない。食わせらんない。結果試合めちゃくちゃ短かったですね。30分ほど。こっから本ちゃんかなと思ったら、まあやっぱチョイスが少ないでしょうね。流れがボケてもう全然でした。バイトはね 1,2 回出たけど、なんかいい感じではなくて、でよく当たってたねブロイの 125F スリムも全然当たらなくなったんで、まあ横でナルがずっと投げてるからそれを置いときながら自分はローテーションして、140スネコン、ちょっと沈んだレンジで、あとスカナシも1回かなコンとかいうバイター取ったんだけど、でもそれ多分40センチ50センチぐらいとかの、またかかんないっていう時点でちっちゃいんですよね。だからなかなかチャンスがその後なくなっちゃった。いや面白いな面白いな。1メーターライン。ああ、いる。シブス入ってきた。また次の群れが入ってきました。いる。来た。ちょっとさっきのヒットラインでもう一つ一部戻って戻る。からだよ。でウェイト戻したら流すな1メーターライン。整合が当たるぐらい。これから試合試合中。ちっちゃいな、サイズがちっちゃい。おお、ちっちゃいココーンとかそんなんばっかり。稲子が入ってきたよ。やっと当たり出して稲子にラインが。よし、来た。よし、でかいぞ。よっしゃ。よっしゃ。ちょっと上げて。ちょっと回収して。右ます。よいしょ。お、なんだラインが邪魔。どうなってんだこれ。巻いて。よっしゃ80、90はなさそう。じゃあブロイ 1.23 メーターぐらいまで入れましたね、レンジ。コンって気持ちいいバイト。コンってバイトかけたら動かないっていうのが最高ですね。根がかりのように動かないのがいいね。これ測りません。でも80ないぐらい、77、8かもしれない。完璧でした。やった気持ちいい一本だったな。
いいね、この斑点が。有明の鈴木って感じで。バイバイ。いやー、でも今合わせた瞬間動かなかったんで、また球場場かと思ったけど、メーター欲しいな、メーター。そういう時期にそういうフィールドにね、来てると思ってやってます。92も嬉しいけど、本当に釣りたい魚、もう一つ上。昨日ね、90センチ級あったよっていうバイト2発取れなくて、釣ったけど配線なんつってね、帰ったんですけど、その動画もぜひ見てください。それからのこの1本は大きいと思うけど、まだどのゴールは。さあ、まったりですね。試合も終わったんで、一回休憩して後半戦やりましょう。いやー、とりあえず球場場、嬉しい。さあ、一回上がりましょう。お疲れ様でした。